レオナルド・ダ・ヴィンチの暗号帳。レオナルド・ダ・ヴィンチの暗号帳という名前を聞いたことがありますか。500年以上前に書かれたある手帳があります。その手帳には人類が長年解読できなかった文字が並んでいました。左手で書かれた鏡文字。まるで誰かに読まれることを恐れているかのように。そして今、その手帳の中に現代科学すら驚かせる発明の設計図が眠っていたことが明らかになっています。これは一人の天才が残した時代を超えたメッセージの物語です。1452年、イタリアのトスカーナ地方、小さな村ヴィンチに一人の男の子が生まれました。名前はレオナルド。彼は正式な結婚をしていない父親と母親の間に生まれた子供でした。当時のイタリアでは、そのような出自の子供は、正式な教育を受ける機会が非常に限られていました。ラテン語の授業にも、法律の学校にも、彼の席はありませんでした。しかし、レオナルドには武器がありました。それは、観察する力です。野原に出ては、虫の足の動きを見つめました。川を眺めては、水の流れる形を研究しました。鳥が羽ばたく瞬間を何時間でも追いかけました。学校で学べないなら、自然から学ぶ。彼はそうやって、自分だけの知識の宝庫を作り上げていきました。14歳の時、父親のつてでフィレンツェの工房に弟子入りします。師匠は、当時最高の芸術家と称えられたアンドレア・デル・ベロッキオでした。そこで彼は絵画、彫刻、建築、金属加工など、ありとあらゆる技術を吸収していきます。若きレオナルドの才能は、すぐに工房の中で際立ち始めました。20代になったレオナルドは、あることを始めます。どこへ行くにも、手帳を持ち歩くようになったのです。気になったものを見たら、すぐに描く。思いついたアイデアがあれば、すぐに書く。その記録の量は、生涯にわたって膨大なものになっていきます。ここで最大の謎が登場します。彼は、その手帳をすべて、鏡文字で書いていたのです。鏡文字とは、普通とは逆向きに書かれた文字のことです。鏡に映して初めて、正しく読めます。なぜそんな書き方をしたのか、左利きだったからインクが汚れないようにという実用的な理由という説もあります。他人に盗み読みされたくなかったからという説もあります。あるいは単純に、彼にとってそれが自然な書き方だったという見方もあります。本当の理由は、今も完全には分かっていません。しかし確かなのは、この秘密めいた手帳が、彼の思考の全記録だったということです。現在確認されている手帳のページ数は、およそ7200ページに上ります。失われたものも合わせると、もともとは3万ページ以上あったとも言われています。レオナルドの手帳を読み解いた研究者たちは、驚愕しました。そこには、500年後の世界で実現する発明が、次々と描かれていたからです。例えばヘリコプターの原型。彼は、空気を螺旋状に押し込めば、人は空を飛べる、と考え、その設計図を書き残しました。実際にヘリコプターが飛んだのは、彼の死後450年以上経ってからです。太陽光エネルギーの利用についても記録があります。太陽の熱を集めて水を温める装置の構想が手帳に残されているのです。解剖学の分野でも、彼の記録は革命的でした。当時、人体の内部を調べることは宗教的にも社会的にも大変難しい行為でした。しかしレオナルドは30体以上の遺体を解剖したとも言われています。その記録は現代の医学教科書と比較しても驚くほど正確だと評価されています。絵画でも彼は革命を起こしていました。モナリザの微笑みの曖昧さは意図的に描かれたものだという説があります。見る角度や見る人の感情によって表情が変わって見えるよう計算されていたのかもしれません。光と影の使い方、奥行きの表現、すべてが手帳の研究から生まれていました。
1519年、レオナルドはフランスのアンボワーズで息を引き取りました。67歳でした。彼が残した手帳は、その後長い年月の間、ちりぢりになります。一部はヨーロッパ各地の図書館や個人のもとに渡り、行方不明になったものも多くあります。1994年、実業家のビル・ゲイツが、レオナルドの手帳の一冊を競売で落札しました。その価格は、当時の換算でおよそ30億円以上。手帳一冊がそれだけの価値を持つということは、世界がいかに彼の記録を重視しているかを示しています。現在、研究者たちは最新の画像解析技術を使って、手帳の解読を続けています。インクの下に隠された別の文字が発見されることもあります。消えかけた図面がデジタル処理によってよみがえることもあります。500年前に書かれた言葉が今もなお新しい発見をもたらしているのです。レオナルドはこんな言葉を手帳に書き残したと伝えられています。学ぶことをやめた者は老いていく一方だ。この言葉は今も多くの研究者や教育者に引用されています。彼が学校教育を受けられなかった少年だったことを思い出してください。正式な資格も特別な後ろ盾も最初はありませんでした。あったのは観察する習慣と書き留める手帳だけでした。その手帳が500年後の私たちの飛行機を生み、医学を進め、芸術の基準を作りました。あなたが狂気になったことを書き留めた一行が未来の誰かを動かすかもしれない。レオナルドの暗号帳はそんな可能性を静かに語りかけてきます。歴史の扉はいつも身近なところから開かれています。